北海道の南側、太平洋に面した室蘭市。室蘭は内浦湾に突き出た絵鞆半島が特徴的な天然の良港です。豊かな生命を育む北の海の玄関口ともいえるこの場所に、世界でも珍しい海藻研究に特化した研究フィールドがあります。北海道大学室蘭臨海実験所です。海のそばで海藻の生理生態、それから発生学をやるという目的で1933年に理学部の海藻研究施設として設立されています。当時室蘭市の方からも北大の研究施設を作ってくださいということでお話があったというのは聞いています。で、環境的に言えばやはり津軽暖流とそれから千島海流が流れるというところで、暖流寒流系の海藻が取れるというところが大きく影響していたと思います。室蘭臨海実験所で探求されているのは、生命の根源的な謎について。どのようにして複雑な生命の形が作られるのか、そしてどのようにしてそれが生まれパートナーと結びつくのか。海藻はその答えを知っています。海藻だけを扱うのはうちだけになりますね。私たちの研究室は目的が実験所の目的が、海藻の生物学というところなので、昆布とかわかめとかそういったところの無菌の培養株を作っています。緑藻の青のりっていう、お好み焼きにかけたりするような海苔の仲間を使って、一つは皆さんあんまり知らないと思うんですけど、海藻にもオスとメスっていうのがあってですね、それのオスとメスってすごく非常に小さい生殖細胞、いわゆる配偶子って言われるようなものなんですけど、それを出して、受精を海の中でするんですけど、広い海の中で、その配偶子、小さな配偶子がどうやって正しい相手を認識して受精をするのかっていうプロセスに、興味を持って研究をしています。まず広い海の中で配偶子の大きさってだいたい7マイクロメートルとかそれぐらい小さいサイズのものなんですけど、そういった小さいサイズのものが海の中に泳ぎ出ていって、正しい相手ですよね。もちろん同じ種の別の性を見つけるっていう、これすごい大変なことだと思うんですけど、これをどういうふうに行っているのかっていうところが、興味を持ってやっています。市原先生はオスの配偶子の表面にあるタンパク質を解析し、受精に関わる因子を発見しました。しかしその機能を証明するには海藻では困難とされていた技術が必要でした。こういう研究をしていると結局遺伝子の機能を調べないといけないっていうところに当たるんですよね。で、海藻類ってそういう研究例というか、手法が全くなくて、でちょうどこの受精の研究をしだした頃にゲノム編集が結構メジャーになってきたというか、いろんなモデル生物以外でもできますよっていうような話になってきて、ゲノム編集やって表現系見た時はやっぱりすごい全然受精しなくなるんだっていうのはすごく感動しましたね。ゲノム編集ができる前は候補遺伝子までしか分からなかったんですね。ゲノム編集ができると実際にその遺伝子を壊せるので、これがその原因ですっていう言い切ることができるっていうのが一番大きい差かなと思います。うちの研究室で透過型電子顕微鏡を使った微細構造の観察方法やゲノム編集の方法だったりとか、これまで大型海藻では難しいかなって思われていたところを、私たちの研究室で開発して、論文とかで公表することによって海外の人たちもこれを使って自分たちの研究を発展させたいということで、技術を学びに来てくださっています。海藻類っていうのは、海洋沿岸域において非常に重要な役割を果たしています。で、海藻類の中でも特に私たちの生活にも身近なわかめだったり昆布やもずくやひじきなどが含まれる褐藻類の中の有性生殖に着目して私は研究を行っています。
動物の精子は皆さんちょっとイメージ大体はつくと思うんですけれども、その滑走の生殖細胞も、毛のような、鞭毛と呼ばれる構造を使って海中を自由に泳ぐことができます。でその生殖細胞というか鞭毛は、光であったり性フェロモンであったり、性フェロモンっていうのはメスがオスを引き寄せるために出す物質に、反応して鞭毛の振動パターンを変化させることで、遊泳を緻密に制御して、それによって有性生殖をより効率的に、進めることができる。これまでの学説では光への反応である相光性とフェロモンへの反応である相化性は別々の仕組みだと考えられてきました。しかし寺内先生は詳細な観察活動を経て驚くべき事実を発見します。で一方向から光を当ててると、普段であれば光の方向に寄ってってる時間だったんで光の方向に寄っていってたんですけど、その性フェロモンが存在することによって光とは反対方向にバーッと泳いでいく様子が見られて、これは性フェロモンが相光性にも影響しているなということが分かってきました。性フェロモンと相光性の関連というのは生物全体の中でも初めて分かったことです。生命の根源的なメカニズムを解き明かす最先端の基礎研究。こうした知見の積み重ねは未来の環境を守るための重要な礎となります。しかし今、その舞台である北の海は急速な変化に直面しています。年々岸から50メーター、100メーターのところで昆布の量が減ってるっていうことを聞いています。おそらくウニがちょっと昆布を食べてしまってあまり昆布が生えてないところが毎年ちょっと増えてきてるっていうことを聞いています。実験室の中で様々な環境変化に対して海藻がどういった遺伝子発現が変化するかとか成長がどう変化するかフィールドだとやはりちょっといろいろな要因が複合的になってしまいますので、温度とか何か一つ焦点を当ててそれに対する変化っていうのは見ています。育種を通して温度耐性とかそういったものを持つ昆布はいつかは作りたいなと思っています。変わりゆく海の環境と海藻の未来を探求するためには、環境の変化に対応するための研究活動とともに、新たな視点を持つ次世代の育成が不可欠です。室蘭臨海実験所は、文部科学省の教育関係共同利用拠点として、全国から学生が集まる学びの場でもあります。これは北海道大学の理学部以外の学生さんに向けた実習になります。いろいろな大学から私立大学も含めて参加していただいてます。前回も参加して結構楽しかったので、また行きたいなと思って参加させていただきました。実際にそのものに触れて、こんなヌルヌルしてるんだとか、もう触れ合えるっていうのがそもそも楽しかったし、すごく興味が湧いて面白かったです。将来はですね、微生物に関する研究なんですけども、今回のような海藻ですとか、それに関連したような研究を実際に行うというのもいいのかなというふうに考えております。せっかく海藻というそんなに研究者人口が多くないところで研究の分野に身を置くということなので、他の研究者が大学院生がやってないようなテーマをそれぞれ持って、その研究の第一人者になってほしいなというふうに思ってテーマを考えています。
多くの方々が実験場を利用されて教育研究が発展することのサポートもしたいですし、海藻を研究したいと思う方々が増えるように、実習とか研究を続けていきたいなと思っています。他の国に比べて日本での海藻研究をする若い方々がとても少ないので、海藻はいろいろなところで注目されている生物だと思いますので、そういった魅力をみんなでちょっと広めていけたらなと思ってます。海藻を通じて解き明かす生命のメカニズム。世界でも珍しい海藻専門実験所は、北の海から生命の根源を探求し、未来へと地をつなぎ続けます。